んにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は9月の14日に小惑星ベスタがいて座へ移動するというお話です。この日に移動して11月の15日までいて座にいます。だいたい2ヶ月間ということになりますね。そしてこれ実はとても大切なこと、あるチャンスタイムでもあるんです。ですからぜひ最後まで、ご覧ください。その前にこちらにたどり着いていただいてありがとうございます。毎回チャンネル登録をして動画を見ていただいている皆さん、心から感謝しております。そして偶然ここにたどり着いた皆さんは、ぜひチャンネル登録、動画こんなのあげてほしいとかね、リクエスト、コメント、何でもいいです。お待ちしております。これをご縁に仲良くしていただけたらと思います。私自身はオーストラリア・シドニーでクリスタルショップとスピリアルアカデミーガイアハウスオーストラリアを経営しながら先生術、マニフェステーション術、コーチング講座などをお伝えしております。YouTube のおかげでオンラインでセッションに申し込んでくださる方がとても増えまして、今、2万件の個人セッションの経験をさせていただいております。その多くが日本からオンラインでのお申し込みです。こうして皆さんとつながっていけることに本当に感謝しております。また興味のある方は下の方に、詳細とかですね、載っております。先生術、さらに詳しいお話などは毎日ノートに星読みを上げておりますので、ぜひそちらもご覧ください。そして、インスタグラムの方ではしょっちゅうライブをしております。そこで直接皆さんからのリクエストを聞いたりですね、コメントでやり取りをしたり、ポジティブでアクティブな、コミュニケーションもしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。では、本題です。ベスタですね。ベスタっていうのは小惑星なんですけれども、神話の女神の名前から付けられています。別動画でちょっと前、半年ぐらい前だったかな、ちょっと覚えてないんですが、ベスタについてとても詳しい動画を上げているので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。そして初めての方は、ご存じないかもしれませんので、ちょっとお話しさせていただくと、私は独自に開発した新時代先生術を提供しております。もちろんベースは専用先生術がっつり入ってるんですが、それでは足りないと感じるようになりました。何千件かやった時に。特に人生後半を読んでいくというのが専用先生術だとどうしても寿命が50年の時代に生まれたもので難しくなってくるんですね。でもこれからの時代、間違いなく50歳から先の人生がめちゃめちゃ光り輝いて楽しいわけです。私も50歳超えてからこんな今楽しい毎日を送っていて、40代の私に言ってあげたい。50歳からめっちゃ楽しい人生待ってるよっていう感じ。なのでですね、そのあたりはですね、小惑星を読むことによって読み取ることができるんです。ちょっと西洋先生術を知っている方だったらご存知かもしれませんけれども、月がだいたい7歳ぐらいまで、で、その次に近い水星が14歳ぐらいまで、そして思春期にあると金星みたいな感じで、地球に近い順から年代別に影響を与えてくるんですね。で、太陽というのは、35歳ぐらいピークで、昔の人生は35歳がピークだったんですよ。そんなこと今じゃありえないんですよ。まだまだひよっこです、35歳だとね。ひよっこって悪い意味じゃなくて、まだまだ成長できる。ですから、じゃあ、もう少し外のところに行った時に、火星よりも外になってくると、もう私たちの人生じゃないの、あとは老後を過ごすだけとなるところに、その場所にあるのが小惑星たちなんですね。なので、小惑星を積極的に読むようになってから、私のセッションはもう50代、60代が圧倒的に多くて、その方たちがより楽しい人生を送っています。なんかこのままフェードアウトするのかと思っていたら、もう今世界を飛び回っていろんなところでセッションをしている方とかもいます。今度オーストラリアでジャパンフェスティバルというのがあって、そこで私の開発したこのセプタグラムソウルジャーニーリーディングのブースを、これ毎年開催してるんですけれども、ものすごくたくさんの人に受けていただけるんですが、お手伝いが必要なので、日本からこれを学んでくださった方たちとかもいらっしゃるんですね。50代、60代、皆さん平気で
今バンバン学んでやられてますから。なので、ちょっと話がそれかけてきましたけれども、小惑星が大事なので積極的に読んでいるということです。そのベスタがいて座に入って2ヶ月間、11月の15日までいて座にステイする。これはとても大きな意味なんです。ベスタは今言ったように聖なる火、神の火を守る存在でメッセンジャーでもあります。最も神に近い存在、神様の横にいる人、これがベスタなんです。ですから神の意図、神の意識、神様、宇宙でもいいです。どういうふうに捉えるかはその人次第ですけど、の意図を私たちに分かりやすく伝えてくれる存在なんです。だからとても大事なんです。ベスタが言ってることが神の意識だから。そのベスタがいて座に入ると、いて座は学校を超えた学び、あるいはあえて学校では教えないようにされてきた学びみたいにちょっとひねくれて私も取る時があるんですが、陰謀論ではないんですけれども、でもなぜか学校ではこの辺り教えない方が、共同生活をうまくスムーズにさせるためには、そっちの方がいいんじゃないかみたいな感じがちょっとあるんじゃないかと思う部分ですね。ですから、いて座の学校っていうのは、そういうところ、個性を出す教育っていうことを教えてくれるわけです。精神を豊かに育てて、自分で自分を守る力とか、自分に自信を持つ力とか、先生に何て言われても僕は価値があるかもとか、そういう力ですね。みんなと一緒じゃなくても、あなたやりたくないならそれやらなくてもいいよ。その代わりこれが大事だからこれ好きでやってもいいよっていう一人一人のユニークな個性、そういうものを発揮して、みんなで全部一緒にやらなくてもいいよ。そういう世界なんです。ですから、つまりこれが神の意図。神はみんなに全部をやってほしいわけじゃなくて、あなたに与えられた使命に向かってまっしぐらに生きてほしいわけですね。ですから、いて座の学びっていうのはまさにベスタが伝えたいことが詰まってるわけなんですね。こうした学びが本当は個人的には義務教育でも提供されるということをすごく望んでいます。これができてないのはちょっと残念かなと思うんですね。どうしても先ほど言ったように規律を守って自分を抑えて調和して生きることが幸せへの道だよという古い教えを信じるように教育されてしまうわけですね。でも風の時代はもうみんな気づいてます。インターネットで情報も入ってきます。いつまでもいつまでも同じ政党に投票することもだいぶ日本の方もなくなってきましたよね。オーストラリアなんて投票のたんびに政党がコロ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 変わるんですよ。アメリカでもそうですよね。もう日本だけずーっと同じ。で、それがいい悪いではなくって、その他のところに目を見る、向けるということをあまり学校で教わっていないんですね。変わるということは怖いって教わっちゃうんですよ。一緒の方が安全でしょって、今は一緒の方が危険です。このまま行ったら危険です。なのに、どうしても私たちは勇気が出ないのは学校で勇気を出すこと、コンフォートゾーンを超えること、人と違ってもいいんだよ、変わったことをやるということを教えてもらっていないからです。こうしたいて座の学びをもっと義務教育に取り入れていくという動きは、これ、今、ベスター関係ないですけれども、もう風の時代、必ず加速していきます。これは風の時代マニュアルという動画を上げていますから、そこでも教育が必ず変わっていくでしょうということをお話ししています。ですから学校の授業にもガイハウスでも教えているようなカラーセラピーとか数秘術などの選択ができていくといいなと思ってます。ちなみにちょっと日本では多分まだないんじゃないかと、ある程度あるのかちょっと日本の状況が分かりませんけど、私の住んでるオーストラリアの学校ではあの日本とちょっと違って、高校1年生、シドニーでいうと10年生っていうのが高校1年生なんですが、その時点で3年後に、2年半後かに受ける大学の科目を決めるんです。で、自分が好きなものを選択するんです。そしてその選択した科目だけ頑張って、それで大学を受けるんです。英語だけは必須なんですけど、その他何でもいいんですよ。音楽でもミュージックでも何でもいいんです。その合計得点で競うから、自分がみんな得意なものを取ってっていうことなんです。ちゃんとこれがうまくこう計算されるようになるんですよ。うちの息子はですね、もう
本当にちょっとスポーツも全然苦手で、アート関係も得意じゃなかったんで、とにかくお勉強が一番得意なものだったので、数学エクステンション、数学なんとか、科学、物理みたいな、全部勉強だけで取ったんですよ。それ珍しいんですね。全部勉強にしちゃうと全部勉強しなきゃいけないから。音楽でも点数取れるし、ね、アートでも取れるから、ちょっとそういうのを入れてもいいというふうな感じになってるんですけど、これいいシステムだと思うんですよ。自分の好きなものの点数で競うから。数学が全然できない子は数学取らなくていいんです。それでもこう大学に入れるというシステムなんですけど、その中でね、多分珍しい日本だと科目にドラマっていうのがあります。ドラマ、ドラマ。まあ、演劇ですかね。で、ただこれ必ずしもアクティングだけじゃなくて、演劇を作るために必要なコスチュームだったり、メイクとか、脚本作りとか、ポスター作りとか、娘はこれがすごく得意なんですけど、ポスター作りが。そうこうエンタメ業界を作り上げていくために必要なあらゆるジャンルの仕事の技術を学ぶ科目なんです。で、これがよくあるこう放課後のクラブじゃなくて、授業の一つとして選べて、ドラマーっていうのはオーストラリアではものすごくこう人気もあるし、ほとんどの学校にある選択科目のうちの一つなんです。で、うちの娘は、オーストラリア生まれ、オーストラリア育ちで、つい最近まで日本語もほとんど喋れませんでしたが、やっぱり血が、DNA が日本人なので、そのめちゃめちゃ陽気な明るいオーストラリアの DNA に比べると、まあ、控えめなわけです。かなりこう控えめ。はいはいはい、私、私とか、こうみんな言う中で言えなかったりするし、でも、このドラマを撮ってから、ものすごく自分を表現するっていうことが楽しくなってきて、表現する力とか技術も格段にアップしました。だから本当にこう良かったなって思います。で、ちょうど実は今日もテストなんですね。もう今、うちの娘は、高校2年生の最後なので、最後の実力テスト。で、これも自分が選択した科目の日だけ行ってテストを受けるんで、さっきまで私とお昼ご飯を食べてて、テストだけ受けに行ったんですけど、まあ、ドラマのテストを受けて、で、成績が良ければ、大学、このドラマの、点数で大学に行こうとしているというような感じですかね。だからこんな風にですね、学校の科目にいろんなものがあって、カラーセラピーとかなんならカードリーディングとか先生術とかあって、それが自分が得意だから選択してっていうことができるようになれば一番よくて、そういうことができる学校が存在したとしたら、いて座の学校がいよいよ地球上に始まったねっていうことになるわけです。そのいて座です。実はガイアハウスが11年前に私がオープンした時も、スピリアルアカデミー、ガイアハウス、いて座の学校をオープンしますって言ってオープンしました。私はいて座生まれでも何でもないんですけど、先生術用語のいて座っていう学校でわざと教えないようにしていた。それを私は全部集めてきて、ここで教えますよっていう感じですかね。で、今に至っております。まあ、ちょっと話がそれたようですが、いて座にベスタが入るとき、こうした学びから受け取る宇宙からのメッセージが豊かになるということです。ですから、皆さん今日まで興味があるけれども学んでこなかったものがあるなら、この機会にぜひ一歩足を踏み入れて学び始められるといいと思います。それは、こうやって今もひょっとしたら先生術が興味があって検索でたどり着いていただいたとしたらとても嬉しいんですけれども、やはりこの動画とかだけではなくって、学校に行ってる感じで勉強する。オンラインでもいいんですよ。お金と時間を費やして、自分が好きなヨガを学んでみるとか、インターネットの動画でヨガポーズを見て真似するだけじゃなくて、やっぱりこう自分が積極的にその学びにアプリシエイトして、それが好きだから、そこに時間を使おうとするっていう、こういう姿勢、これをとてもいて座のベスタは喜びますので、何か学びを始めるというのがいいと思います。すでに学んでいる人もいますよね。私もそうですけれども、もういて座の学校の学びを十何年前からずっとしているという人は、次のステップに移る時です。つまり、学んだことを皆さん、他の人にアウトプットしましょう。クラスを開催してもいい。
勇気が出なければコメントを書くでもいい、ブログを書くんでもいい、ちょっとライブに出て話してみるでもいい。あなたが今日まで学んだことと、それによって経験したこと、気づいたこと、目覚めたこと、そんなあなたが今感じていること、今のあなた自身を作り上げてきたすべてを惜しみなく外にアウトプットする時ですよです。これがいて座のベスタ。それをすることをベスタは皆さんに推奨している。つまりそれが神の意図だから。つまりそういうことをするとサポートしますねと言っているわけです。なので、ぜひ皆さんが学んできたことや、その伝えたいメッセージが、私が今言ったような一人一人のユニークさ、新しい世界に向けてコンフォートゾーンを出る、そういう流れに合うものであれば、学校を超えた学びにつながる内容ならば、全面的にそれはアップデートして、アップデートも大事ですね。アップデートしたり、学び始めたり、すでに学んでアップデートをしている人は、それをアウトプットしたりという行動、これが圧倒的に推奨される2ヶ月だということです。つまりすごく簡単に言うと、いて座のキーワードでもあるんですが、コンフォートゾーンを出てみるということをやってみてください。宇宙のこういう流れっていうのは、沿ってやってみると、本当にいいことあります。今年一番最初に2025年の星の流れということで、こんなことが起こりそう、あんなことが起こりそうっていうのを出している動画があるので、ぜひそれも見てみてほしいんですけれども、今、日本の政治で起こっていることは、見事に天体の流れを反映しています。古くて動かなかったものが今度こそ動くとか、民間って言っても、もちろん政治家は民間ではないのかもしれない。でも、もう昔からあるこのがっちりとした日本のこう政治、ね、もう海外にいる私でも似たような顔、あ、まだこの人たちがいるんだっていう流れの中ではない新しい人が出てきて、国民のヒーローみたいな存在で若くて新しい人が出てきて、今までと違う新しいことを言い出して、その人がヒーローになるよっていうのを言ってると思うんですけど、確かにね、ピンとくる人は、そういう人が日本でも現れたりしましたよね。だから個人的にみんな一人一人がどういう人を推すのか、応援するのか、ボートするのか、これは本当個人の自由で、私は日本にいるわけでもないので、偉そうなことを言う立場では本当にないんですけれども、そういう人が出てくるよっていうのは、宇宙の意図ではあったんです。そういう人が出てくることによって、みんないろいろ考えてみようよっていう。だからこの意図に合った行動をそのようにする方がいると、やっぱりサポートされるんですよね、宇宙に。なので今回の宇宙の意図はこちらです。ぜひ、ぜひ、ぜひ、この2ヶ月間学んできたことをアウトプットしてみてください。ということで、セプタグラムソウルジャーニーリーディングのいつものこのカードですね。すごく綺麗なカードでございますが、ここからの1枚引きのメッセージを皆さんにお届けしたいと思います。1枚、2枚今引いてみようかな。2枚ピンときたから、一番上のペプタグラムです。まさにこの七芒星。そうですね。これはもう私は七芒星推しですから、いつもね、七芒星、七芒星のペンダント、七芒星、七角形っていうのが本当にミラクルを起こす数字だし、一番守られていると私自身は感じるんですけれども、こうしたもちろん七芒星のものを持つのも買うのもおすすめです。これは宣伝になっちゃうから、アクエリアスクリエーションではこうしたオリジナルの七芒星のものも作ってますが、これは大きな意味で捉えていただくとメッセージですね。七芒星は前も言いましたけど、五芒星のこの体、両手両足を広げた五芒星に羽が生えた姿。だから今よりも上に行きましょうなんです。あなたが羽生えてるから、そのコンフォートゾーンよりも上のチャレンジできるよっていうのが見ている皆さんへのメッセージ。2枚今日引くって言ったから、もう1枚引きましょう。お、トーラス。お牛座のカードなんですけど、見てください。クリスタルが。これはお牛座ってね、本当にソウルが古い古い古い
人多いんですよ。お牛座の太陽だけじゃなくて、お牛座のエネルギーが強い人っていうのは、それだけもう本当に古い英知みたいなのを持ってる方が多いんですけれども、結局それが宇宙にというよりは、地球大母神、地球が生んだ OK、だからこうクリスタルとかですね、ハーブとか、そういうエネルギーなんですけれども、自然由来のものですね。マザーアースが生んだものが私たちを幸せにするものだよっていうこともこうしっかりと受け取っているのがお牛座という領域のそれこそ学びなんですけど、今ので言うとだから私これちょっとまた話が長くてでもいろんな周波数を上げる動画を他にも出してるのでいろいろ見てほしいんですけれども、逆に下げることをしないっていうので、これもスターリングシルバーなんですね。メッキじゃないんです。ちょっとメッキのものだったら、なんか何百円、何千円、なんかね、100円台でも今時言ってるじゃないですか、こういうの。でも、メッキのものを身につけると、すっごい波動が下がります。で、それに私も気がついてから、一切メッキを人生に入れない。やっぱり金、銀、シルバー、ね、プラチナなど、これもやっぱり本物を身につけるっていうことは周波数を上げるためにはとても大事ですね。そんな風にこう自然から来ているものですね。それからメッキの人生にしない、そういうメッセージに受け取っていただくといいのではないかと思います。メッキはね、剥がれていくじゃないですか。今さっきのお話でもだんだん剥がれてきたでしょ。昔からあって私たちが信頼してきたものがただのメッキであったこと。本当のゴールドはどこにあるのかというところに今皆さん行き着いていて、もう気づいている人が多いから世の中が変わってきているんじゃないかと思います。ということで今日はこの辺でまた別動画もあげますのでご覧ください。